私は絵を描く。生きている環境の中にあって、その時間と空間を超えて遠く自分の内外を眼差す。白い画面に対峙し、不確かな声と動く気配に注意を向ける。心を決めてそろそろと絵の前にたどり着くと、自分をその場に溶け込ませるように立つ。その時、何も描かれていない白い画面が時に完成して美しく見えたり、すでに失敗して感じられたりする。描くためには、迷いの中で画面の力道を見つめつつ、画面に介在する意思を見つけることが大切だ。線と色彩によるイメージと物質の淡いで、生きている自分と世界を探すことが制作だろう。絵は私と物質の結び目に生まれる幻想だと思うが、私は絵によって自身と世界の結びつきの空間性を更新させたい。私は絵が生命的な温かみを感じさせたり、思いもよらない記憶を呼び入れたりする不思議に見入っている。私は絵のことを身体と言葉を持つ生命に見立てて、絵と私の認識の活動の交流として制作を行う。私は自分が描くものを有的マテリアルと呼ぶ。それは物の根源から派生し、有的なイメージに満ちる。そして凝集が高まると変転していくような物質とイメージの空間性として仮想している。絵の中で時間は過去も現在も混ざり合い浮遊しているようである。さまざまな脈が絡まり、いくつかの結び目が動いて混在する中で、記憶は呼び覚まされるのかもしれない。思い返すとき、私は時空を超えてあちこちの時間を過ごしたことに気がつく。思い返し、見つめる先にあるものを探索するように手を伸ばす。回想しつつ探す。子供の頃、夏になるとクワガタ取りに森へ行った。日常の通りからそれて小道を曲がるところに森はあった。その場所は小道と隣接していて、日常との境界線も断絶もないのだが、見えない世界とつながる暗がりが存在することを教えてくれていた。森は動いている。虫たちが集う樹液の餌場も循環している。驚いたことに、クワガタを見つけて取っても、目を離して1、2、3と数えるか数えないかの隙に、もう何かが変化している。どこからか溢れ出てきたように、別の個体が顔を出している。現象は出現前の空間でせめぎ合い、機械を狙い表面に降り立つらしい。森は現実が生まれ出る前のイメージに似ていると思った。森と日常を出入りすることは、睡眠と覚醒の行き来に近いことかもしれない。
そこで出会うクワガタの個性も多様で、角の大きさはちぐはぐだったり、名付けにくい種類に思えたりで、想像のフレームとは違う何かに思えた。夢の中と同様、出会うものはそういうものなんだろうと受け入れている私に変わっていく。ある線や色彩は自分の身体や余白と連なる幽体との間合いでリズムを構築する。画面の脈動が冗長となり、私との縁を変化させつつ形成し、絵は私と共に生命探索をするだろう。物質としての絵の具は生命のように生死の淡いを揺るがせ、それぞれの輝きは異なる空間の力やタイミングでもって行動した。勇気を持って飛ぶ。少しだけ先のあり方に狙いを定め、始まりと終わりを同時として間は自動で埋めることとする。飛距離は事後的にわかるだろう。完成のイメージはなく、絵を見ることは常にフレームを飛び越えることではないか。絵を描くことは見ることの追体験であり得る。この絵は風の目、海の身体と名乗った。よよよ、よよよよ。ある日の川の記憶より、周りが木々で守られた流れのある小さな川の中にいたことを想起する。ゆっくり降りる柔らかな緑の影と明るさの淡いに漂い、セミの騒がしい午後を忘れる。体を浮かべ、澄んだ空の内側を見る。場に身を預けつつ、顔をうずめて水で耳を閉じる。目は風をさまよい、内側を感覚する。空の隙間、暖かくにじむ枝葉の身振りに合い、風は向きを変えていく。聞こえない風を目で追う。浮かぶ体は水流の速度や肌の差に馴染み、やがて消える。風が目となる。描き終える感覚は絵を見始める感覚と循環である。絵の入り口と出口は同時的で、永遠性を持つことを私は求める。自分をその場に溶け込ませるように立つ。どうだろう。画面と私の淡いで生まれる空間性の泉が場に定まりつつ、場を超えて湧き立ち伸縮するのを感知する。自分と絵は寄せて返す波の間に入り、波自体となって安定すると、複数の波先のどれか一つから抜け出るように、心を決めて絵から離れるのだ。